皆さんこんにちは。みゆの日本語カフェへようこそ。今週もたくさん日本語でお話ししていきましょう。さて、先週は、お正月年末の話をしましたが、今年最後の動画ということで、私が今年買って一番良かったなと思ったもの5つをランキング形式で紹介していきたいと思います。皆さんはこれ本当に買ってよかったとか、これなんでもっと前から買ってなかったんだろうと思うものはありましたか？もしあったらぜひコメントで教えてください。私も2026年にはもっとたくさん新しいものを買いたいなと思っているので、皆さんのコメントを参考にしたいと思います。それでは今週もコーヒーを片手に乾杯していきましょう。それでは乾杯。まず私が今年本当に買ってよかったなと思ったのはお米用の冷凍タッパーです。冷凍タッパーです。で、私は1回にお米を4合ぐらい炊くんですね。で、お米を4合炊いて、でこのタッパーにたくさん、私は今4つ持ってるんですけど入れて、で冷凍庫に保存しておくというのが毎週のルーティンなんですが、このタッパーがすごく良くて、マルナというブランドのお米の冷凍タッパーなんですが、母がおすすめしてくれて、で使っていたらまずレンジでチンする時にとてもふわふわにお米が出来上がるんですね。でそれはもう私にとってすごく大切なことで、普段はなんていうのかな、あラップサランラップでご飯を巻いて保存していたんですが、サランラップで保存すると冷凍のお米の味がする気がしていたんですね、私は。なのでこのサランラップではなくて、このプラスチックの容器に保存することで、多分熱が加わる時、レンジの中ですごく均等に熱が加わるので、その中だけが冷めてるとかいうこともなく、すごく美味しくお米が保存できるのでおすすめです。特に一人暮らしとかお米をたくさん一気に炊いちゃうとかいう方にはおすすめです。で形もすごい可愛いんですね。で価格もリーズナブルなので、もし買う機会があったら皆さんも使ってみてください。私は今4つあるんですけど、あと2つか3つぐらい欲しいなと思うぐらい気に入っています。なのでまずおすすめの商品、私がベストバイだなと感じたのはそのお米のタッパーです。で次におすすめなのは、とっても地味かもしれませんが、私の QOL クオリティオブライフって結構日本語で言うんですけど、私の生活のクオリティを格段と上げてくれたアイテムがあります。で私は、夜寝る前に携帯を見たりなのですぐ充電がなくなるんですね。で充電がなくなると充電器にもう結構挿したまま使うんですが、前までその充電器がとても短かったんですね。なので毎回充電をしながら、私が変な姿勢になりながら充電器に合わせて使って充電していたんですが、今回充電器がちょうど壊れて新しいのを買うことになって、でふと思って、あれ、充電器がすごい長かったらすごい便利なのにと思って Amazon で検索をかけて、で長い iPhone の充電器って調べたんですね。
そしたらやっぱり私に似たような悩みを持っている方がたくさんいたみたいで、3メートルの充電器を見つけました。で3メートルって結構長いんですね。なんですが最初はこれ長すぎるかもと心配だったんですが、もう快適です。もう皆さんにおすすめしたいです。今長い充電器を持っていない方はぜひ買ってみてください。すごく便利です。次、はい、ここからは結構ガジェット系だったり機械類が多くなってきます。で第3位、私が今年買ってよかったなと思うのは電気毛布です。電気毛布です。で電気毛布はもうその言葉のままで、電気で温まる毛布のことです。で、電気毛布といっても私が持ってるのは、かぶるスタイルではなくてシーツの下に敷く感じで、なんでいいかと思うと、私は冬の間前まで結構暖房を常につけて寝ていたんですね。でも暖房をつけっぱなしにすると良くないことが2つあって、もうすでに分かった方もいるかと思うんですが、まず1つ目は電気代が高くなるんですね。でそれに加えて私が嫌だなと長年思っていたのは、肌とかあと喉が結構乾燥するんですね。なので朝起きるともうガラガラ声だったりあとすごい手とか乾燥したりしていたんですが、今回、暖房を消してで電気毛布をすごい本当に少しだけ温度を上げてつけて寝るっていうのがすごいいいことに気がつきました。でこれは多分私の個人的な感想なんですが、電気毛布を敷いてで頭だけ出てるんですね、毛布というか布団から。なので頭だけ出ているので私はいつもイメージとしてはもう露天風呂っていうイメージです。なので頭だけ冷たくてで体は温かいという、もう露天風呂に入っている気分で毎晩寝ています。なので特にこの寒い季節は電気毛布とってもおすすめです。次、さてもうあと残すも2つになりましたが、この最後の2つはすごく悩みました。で第2位は、電動歯ブラシです。電動歯ブラシです。私マウスピース矯正をしていたんですが、その矯正が終わるタイミングの時だったので、その歯のケアを気にしていて、確かに電動歯ブラシなんか使ったことあまりなかったんですけど気にはなっていたので、興味本位で手に取って、でその時ちょうどコストコで、スマホで、電動歯ブラシメリットデメリットとかすぐ調べて、で多くの人が電動歯ブラシを使うと歯がツルツルになるよということを話していて、で確かに私は年に2回、歯科に行ってクリーニングをしてもらうんですけど、そのクリーニングをした後ってすごく歯がツルツルで気持ちいいですよね。なので家であの感覚が毎日できる味わえると思って、買ってみました。で買ってみてもう初日からその効果は感じられました。私も今お話ししていて嘘のように聞こえると思うんですが、電動歯ブラシは本当にすごいです。であと私の歯ブラシは電動歯ブラシ
は、歯を磨くモードだけでなく、この歯肉のマッサージみたいな振動を与える設定もあるので、まだ2、3回しか本当は使ったことがないんですけど、それもなんかすごい血行が良くなって、その口内環境にいいのかなとか思いながら使っています。で、電動歯ブラシはもう本当におすすめです。で、今のところ電動歯ブラシを使い始めてからは虫歯はできていないです。なので効果はあると思います。はい。で、最後の商品になります。で、セルフドラムロール、ダン。最後の商品はプロジェクターです。最後はプロジェクターです。で、プロジェクターさまざまな形があると思いますが、私が購入したのは、ネビュラというもう本当にコカ・コーラの缶ぐらい小さいプロジェクターなんですね。ですごくもういろいろ驚いたことがあるんですが、まず一つ目はその小ささに驚いたのと、で2つ目、私が個人的に驚いたのはオートフォーカス。勝手にフォーカスしてくれるんですね。なのでその壁からの距離を私が変えても勝手に一番綺麗な画質で表示をしてくれます。で、昔私が小学生だった時とか、その教室にプロジェクターを使って授業をすることがあったんですけど、その時はすごい覚えているのが、もう私の担任の先生とかがそのフォーカスするのだけにも一苦労していたので、もう今はこんなテクノロジーがあるんだと感動しました。で、3つ目、これもすごいと思ったのが、この私が持っているプロジェクターは、音質もすごく高くて、非常に綺麗な音が大きな音量でも出ることです。で、あとは、Amazon プライムとか Netflix とかストリーミングサービスに、その何も、外部のコネクションはいらずに見れるので、それもすごいなと思いました。なので自分の自宅の Wi-Fi にプロジェクターをつなげて、でそこからストリーミングを選んで、でそのまま一つの機械で成り立つというのがすごいなと思いました。なのでこのプロジェクターを買ってから私は、M1 を最近は見たり、あとは何を見たかな、あとはロイヤルファミリーというドラマを見たり、他にも、今日本で流行ってるドラマやバラエティの番組などをたくさん見ています。で、とても大画面で見れるので、テレビではなかなか映せないサイズでも見れるので、とても気に入っています。で、私の夢でもあったベッドでゴロゴロしながら天井にプロジェクターを映し出して映画を見るということも実現できたので、プロジェクターはもし気になっている方がいればとってもおすすめです。で、以上が私の今年のベストバイの紹介になります。で、もうすでに2026年に何を買おうかなと今考えているんですが、この YouTube を始めて音声の大切さに気づいたので、来年のどこかで私は
綺麗に音が聞こえるマイクを買いたいなと思っています。で、これは余談になるんですが、今私がリサーチした中だと、Shure のマイクと、あとは Rode のマイクがいいというふうに出てきたので、もし皆さんも何かポッドキャスト用でおすすめのマイクを知っていたらぜひ教えてください。そしたら動画の音声が今より良くなると考えています。で、皆さんにはもう高画質で高音質な動画をお届けしたいので、これからも温かい目で見守っていただけると嬉しいです。それでは2025年最後の動画となりましたが、今年は本当にありがとうございました。とても楽しく動画を撮らせていただいていて、そしてコメントやいいねもたくさん来ていてとても嬉しいです。2026年も一緒に日本語の勉強を頑張りましょう。皆さんの抱負や他のコメントもぜひお待ちしております。それでは2026年に会いましょう。良いお年を。またね。